上馬店の谷です。今日はバイクチェックをしたいと思います。上馬店で組ませてもらったお客様のバイク2台をご紹介します。今日紹介するのは、2台ともクラストバイクのライトニングボルトっていうモデルのフレームなんですけど、同じ名前同じライトニングボルトなんですけど、ちょっと違うフレームなので、それも比べてもらったりしつつご紹介したいと思います。まず1台目、クラストバイクのライトニングボルトブレークアウェイ。その名前の通り分割ができる、ブレークアウェイ、分割ができるフレームで、昔デジ君が書いてくれたブログの写真を借ります。フレームが真っ二つにパカッと分割できるフレームですね。で、小さく梱包ができるので、例えば飛行機で海外に自転車を持っていきたいとか、旅先に自転車を持っていきたいって時にアップチャージなしで自転車が運べたり、もしくはコンパクトに運んで旅先で自転車に乗ったりできるっていうのがブレークアウェイ、分割のバイクの特徴です。で、この分割のお話からすると、分割フレームイコール世界中を旅する人の自転車みたいなイメージが昔は僕持ってて、自然とギアがいっぱいついてたりとか、前後にキャリアがついてたり、旅を連想させるようなバイクにこそ分割のシステムって必要なのかなっていうふうに勝手に思ってました。なんかこう海外から分割フレームに乗った外国人のお客様がよく上馬にコロナの前とかは遊びに来てくれたりしてたんですけど、そういう人たちの先入観とかイメージがあったのかもしれないですね。このバイクがすごいというか、僕がぐさっときたのはギアなしシングルスピードのモデルですね。とても長距離とかロングツーリングとかを連想させるようなバイクの仕様じゃなくて、シングルスピードであくまで必要な範囲を自分のペースで流せるようなバイクなのに分割ができるっていうところが目から鱗というかびっくりしたところですね。分割フレームイコール世界中を旅するツーリングバイクってわけじゃなくて、旅先の足としてちょっとした例えば宿泊先の周りだとか、その行った旅先の遊びに行きたいエリアを散策するための足として、移動先のエブリデイバイク、旅先のエブリデイバイクみたいな設計っていうのが、今まで僕の知らなかったバイクだったのでびっくりしました。すごいかっこいいフレームです。バイクのディテール、このお客様のバイクについて説明していきます。まずブレークアウェイのライトニングボルトは、キャリパーブレーキ、ロングリーチのキャリパーブレーキですね。ロードバイクとかについているようなこのブレーキの足が長いバージョンで 650B のこのまん丸の太いタイヤを飲み込める設計になってですね。ライトニングボルトは過去仕様違いでいくつか出てて、最初に出てたディスクブレーキのモデルとか、最近出てた感知ブレーキのモデルとかあるんですけど、ブレークアウェイはキャリパーブレーキですね。で、シングルスピードだけど、ピストのイメージで 700C のイメージが最初あったんですけど、650の48までクリアランスは取られてて、ダイナミコとかその他ちょっと流行りのロードプラスっていう企画なのにシングルで組めるっていうのが他にないモダンな作りだなと思います。ちなみにここにボルトが見えると思うんですけど、シートステーも分割ができて、これ何のためについているかというと、ベルトドライブ、金属のチェーンじゃなくてチェーンの代わりにベルトを貼って組むドライブトレインがあるんですけど、かなりマニアックで日本だとほとんど流通してないからやる人は少ないんですけど、そんな組み方もできちゃうよっていう幅もすごいところですね。これトラックエンドですね。後ろのハブのスペーシングも 120mm なので、例えば昔乗ってたピストのハブが余っているようなんて人は乗せ替えで組むのもいいかもしれないです。このバイクはフリーギアで組んじゃいましたけど、もちろん固定ギアで組むこともできるですね。そしてこのオーナーさんは、上馬によく来ていただく常連様なんですけど、過去何台もバイク所有してらっしゃって、昔使ってたパーツとか前のバイクカスタムして余ったパーツとかたくさんお持ちだったので、なるべくそういうものを、落とし込んで組んでみましょうっていうのもちょっとあって、クランクはお持ち込みいただいた古いデュラエースを使いました。結構トラックバイクのパーツとかも乗せやすいし、この古いパーツとかを混ぜて組むのもクラストの醍醐味というか、かっこよくしやすい要素なので、ぜひパーツちょっと余ってるなとか、昔乗ってたバイク乗ってないのがあるなって場合は、クラストが乗せ替え先っていうのもかっこいい組み方だと思います。ここが分割のディテールですね。リッチーのブレイクアウェイっていうシステムを使ってます。リッチーは自分とこのフレームにこのブレイクアウェイのシステムに積んだ分割フレーム出してますけど、こうやって他のメーカーに分割のシステムのパーツ、このラグとかを供給していて、これを生かして他のメーカーも分割フレームを作ったりするですね。ここでパカッと割れるんですけど、
シートポストがぐさっと鍵になっているので、シートポスト刺さってる間はかなりがっちり剛性があって、分割って大丈夫なのって不安に思う方も全然大丈夫です。剛性もしっかりしてます。でこの方はもともと持ってた、昔スチームローラーで使ってらっしゃったのかな、ポールのハブ、トラックハブが余ってたので、それを生かしてホイールを組みました。でちょっとこのポールの文字のところにクックペイントワークスで墨入れしてもらって、フレームのロゴとリンクさせてピンクのロゴに色を変えてますね。ジオメトリー的にはこの分割じゃない方のライトニングボルトも含め、ドロップハンドルで組めるトップチューブの長さ、よくランドナースタイルとかランドナージオメトリーみたいなバイクなので、このオーナー様みたいにフラットバーでちょっと手前にベントしてるバーで組むときはステムはちょっと長めがいいかもしれないです。海外のかっこいいクラストバイク、わざとでっかいフレームを選んでステム短めで組むってスタイルもちろんかっこいいんですけど、適正のスタンドオーバーでフレームサイズ選んじゃうと、短いステムだとちょっとハンドルによっては近くて乗りづらいバイクになっちゃうかもですね。この方もちょっと長めのステムで前に逃がしてポジションを作ってですね。あとこのバスケットの留め方が普段はタイラップでがっちり固定することが多いんですけど、分割フレームでもしかしたら車乗っけたり電車乗っけたり飛行機乗っけたり輪行だったりパッキングしたりってことがあり得るので、ボレーストラップで留めてます。タイラップはがっちり固定できて、すごくおすすめというか、それがスタンダードなやり方だったんですけど、弱点としてはニッパーでチョキッと切っちゃうと元に戻せない、新品のタイラップを持ち歩かなきゃいけないっていうのがネックだったんですが、このボレーストラップであれば、例えば空港でカゴ外して段ボール入れて、で着いたらまたカゴを元に戻してっていうのがタイラップより手間が少ないので、もしかしたら旅先持っていくようなバイクで考えている方はボレーストラップの方がタイラップよりいいかもしれないですね。こんなライトマウントとか、このオーナー様はこのアルマイトのパーツとか使うのがすごくうまくて、お洋服屋さんやってる方ですごいおしゃれな人なんですけど、僕は自分のチャリ地味に組んじゃいがちなので、こういうのかっこいいな、いいなと思います。このパーツの説明もします。このブレーキワイヤーの途中にいる謎のパーツ、これはここネジネジするとパカッとブレーキのワイヤーを分割することができます。でフレームと一緒に分割した時にここでワイヤーが前と後ろに分かれる感じですね。ここはダウンチューブ側の分割ですね。これも専用のパーツがついてて、六角レンチで緩めてパカッと外すとここも分割ができます。で日本はこんなこと言ったらあれかもしれないですが、日本はダメだけど、言ってみれば固定ギアでブレーキなしでも分割できるので、ブレーキついてても分割簡単ですけど、さらにシンプルなバイクで固定ギアでストップ&ゴーができちゃう人とかは本当究極のシンプルで、5分以内にパカッと分割して段ボール突っ込んで飛行機乗っけてついて5分で組み立ててで走り出すなんてこともできちゃう、めっちゃフットワーク軽い旅バイクって感じですかね。僕も分割フレーム持ってますけど、めったに分割しないですし、このオーナー様もする機会今のご時世的にあんまないかもですけど、バイクとしてこういうギミックが詰まってて、しかもクラストのフレームはいろんな組み方ができて、持ち主に似たバイクになるというか、個性を表現しやすいバイクだと思うので、この回紹介したこの分割のブレーカーウェイライトニングボルトすごいかっこいいと思いました。このバイクについては以上ですね。2台目がこちらのバイクです。これもクラストバイクのライトニングボルト。しかしこれはギアがつく方ですね。感知ブレーキライトニングボルト。初代のやつは、ディスクブレーキのモデルだったんですけど、感知ブレーキですね。先にディスク作って後から感知出すってところがさすがクラストっていう感じがします。でこのフレーム自体はクラストバイクとか、僕らが使ってるリベンデルサーリーとかって結構ずっしり黒盛りの丈夫さだったり、長持ちさだったりっていうのを推したニュアンスの重たいバイクフレームが多いんですけど、軽いです。感知ブレーキライトニングボルトかなり軽量で、僕らが扱っているフレームの中でもカンカンにスピーディーに軽く組むことができるですね。見た目がクラシックなので本当って感じですけど、乗ると軽い、組むと持ってみると軽いっていうのは感じられると思います。このオーナー様は、さっきのシングルのライトニングボルトと違ってギアが付けられるっていうので 2×9 かなのギア付きのバイクとして組んでます。最近流行っているフロントシングルのドライブで組むことももちろんできるんですけど、ちょっとクラシックな 2×9 のスタイルで組みました。っていうのも実はこのバイクを組む前に乗っていた
別のバイクからパーツをちょっと乗せ替えたいっていうご要望があって、その乗せ替える前のもう一個の方のバイクをお見せします。これが前乗ってたこのオーナー様のスペシャライズのスタンプジャンパー、ちょっと古い昔のバイクですねを使えるところは使って、使えないところはポールとかベロシティとかオーリーのグリップとか今のパーツで補ってミックスで組んだ、すごいかっこいい組み方、僕も大好きな組み方です。このかっこいいスタンプジャンパーにしばらく乗ってらして、ちょっと古いなりにいろいろ不便もあったり、もしくは新しく出たこの感知ブレーキライトニングボルトのフレームにオーナー様が惚れてしまったっていうのもあり、パーツ生かして組んであります。まずホイール、リムはパセンティ扱って間もないので聞き慣れないメーカーかもしれないですけど、歴史は長くてフレームビルダーさんが始めたメーカーですね。こんなに世の中が 650B って言う前からずっと 650B のが最高だよっていうのを歌ってた、結構、レジェンドの方が始めたメーカーですね。今はリムとかタイヤとかを供給してます。このリムがちょっと昔ながらの箱型のポリッシュのリムで、ちゃんとチューブレスもいけるし軽量で精度もしっかりしてるのに、見た目はこの昔のチューブラーリムみたいな、このシールもレトロで可愛いですけど、なのでクラストとかリベンデルとか組む時に今後指名率が上がるいいリムだなと思います。僕も自分のサムヒルボンでこのリム使ってるけど、すごい軽くて調子いい。ブレーキ面がちょっと薄いかなので高寿命高耐久とかじゃないですね。軽くピューンってバイク組む時に選んでほしいやつですね。さっきの人と共通して、このオーナーさんもお洋服屋さんですごい、なんでしょう、こういうバイク乗った時にオーナーとセットで紹介したいぐらい似合ってる人です。いつもおしゃれで、よくお店来た時にそのシャツどこで買ったんですかとか、こういうの欲しいんですけどどこで売ってますかとか、僕はその人に相談しちゃいます。すごいかっこいいオーナーさんが乗ってます。で、遊び心もすごいあって、フラットキャップスってアメリカの手作りのキャラクターもののバルブキャップとか、ポールのブレーキもアルマイトのパープル、リアがパープルでフロントがゴールドとか、テレコでパーツ変えたりしててすごい可愛いし、こういうのが似合う人が乗ってます。これフロントのブレーキはここのアジャスターボルトっていうのかな、アジャスターっていうのかながゴールド、後ろはパープルになってるですね。ポールの感知ブレーキかっこいいし、よく聞くし、僕も大好きで自分のバイクよく使うんですけど、ここにポール製じゃないのがくっついてます。ハンターサイクルのこのアジャスター、ポールのブレーキのために作られたアジャスターがあって、これ別売りになっちゃうんですけど、バイクの組み方によってはこのネジアジャスターの部分が、レバーからブレーキまでの間になかなか仕込みづらいって時に、ここにアジャスターついてると、このもともと完成度高いブレーキがさらにめちゃくちゃ使いやすくなるので、ホイールも外しやすかったり、周減った時の微調整がしやすかったり、いいことだらけなので、これすごいおすすめです。自分が担当させてもらったバイクでつけた方がいいなって時は必ず僕勧めるんですけど、めちゃくちゃおすすめです。使ってほしい。ポールのハブはさっきご紹介した昔のスタンプジャンパーで使ってたやつの乗せ替えですね。で、このハブはリアのこの R ハブ、ポールのこの多段のスプロ系が作れるハブっていうのはディスコンで作ってないんですが、画期的で130と135、この幅ですねをコンパチにできるっていう機能がついてました。なので前のバイクのスタンプジャンパーは135だったんですけど、130に戻して、なのでこのハブ持っておけば今後手に入れるいろんなフレームに対応できるよっていうところがいいところで、それを生かして組みました。リアメカはこれ世界じゃないんですけど、古い XT ですね、5世代前になるのかの XT ですね、9速で、これもオーナー様がお持ちだったものを生かして使ってます。で、変速レバーはご希望でダブルレバー、このダウンチューブの途中につくこの形をオーナー様のご希望でつけました。僕個人的には、これハンドルがシフトのワイヤーが出てこないし、すっきりするし、クラシックでかっこいいんで大好きなんですけど、実際に乗ってみると結構ブレーキから遠いんです。手離してよいしょって下まで手を伸ばして、で変速するですね。昔自分もダブルレバーかっこいいなと思ってこういう仕様で乗ってましたが、もう遠くて面倒くさくなっちゃったのと、もうかったるい時足でやったりとかしてて良くないですけど、そんなことやったらダメですけど、でバーコンに移植、このハンドルの尻尾につけるバーコンに変えた記憶があります。でそのこともざっくばらんにお話しして、ちょっと遠いですよ、シフト変速面倒くさくなっちゃうかもしれませんよとお話をしました。でもやっぱかっこいいし、ちょっと
スタイル的に使ってみたいっていうのでここの位置にしてあります。で、変えてほしいっていうご依頼でまだご来店いただいてないってことは、気に入って乗っていただけているんだろうか。多分、慣れちゃえば全然大丈夫ですけど、試しに明日自分のバイクで乗りながらダウンチューブのこの辺を手伸ばして握ってみてください。で、遠いなって感じる人はダブルレバーやめといた方がいいかもしれない。全然余裕じゃんって人はダブルレバー変えちゃってもいいかもしれないですね。これクラッドキャップですね。キャラクターのやつかわいいですね。で、この感知ブレーキライトニングボルトらしいランドナースタイルのツーリングバイクがベースなんだけど、アルマイトパーツだったり 48B っていうちょっと攻撃的なタイヤだったり、このフレームらしい組み方、ネオランドナーってなんか言っちゃうと安っちい言葉ですけど、クラシックなランドナーじゃなくてちょっとネオな組み方、クラストらしい組み方ですごいかっこいいと思いました。なのでレトロなドロップハンドルのツーリングバイク欲しいけどあんま重たいの嫌だなとか鈍重な感じが嫌だなって方は、ある程度速度感欲しいなって方はライトニングボルトすごくおすすめです。ボンボラやエバーションよりも軽いです。ちょっと語弊あるな。ボンボラはしっかり重くてもスピード感ある風に組めるので、スピードだけで比較するとボンボラと比べちゃダメですね。エバーションよりも軽快で軽いバイク、クラストバイク欲しいなって方はライトニングボルトでぜひバイク組んでみてください。かっこいいです。以上2台クラストバイクからライトニングボルトのバージョン違いご紹介しました。以上にします。さようなら。